こんにちは、皆さん。メタスピリチュアル探求家のミリカです。今日は人類にとって2つのとても重要なテーマ、センスオブワンダーと沈黙の春についてお話しします。かつて多くの人の意識を大きく変化させ、目覚めさせてくれた一人の女性と一冊の本をご存知でしょうか。歴史を変えることができた数少ない本とまで言われるほどの書籍を世に送り出したレイチェル・カーソンさんの人生や願い、そしてこの本が社会に与えた影響についてスピリチュアル観点を交えて深掘りしていきます。最後の方でケネディ大統領が暗殺されてしまう前にこの本とどのように関係していくかについてのお話もありますのでぜひ最後まで見てみてくださいね。では参りますよ。センスオブワンダーとは、センスオブワンダーという言葉を知ってますか？自然の神秘や不思議さに目を向ける感性を指します。これは文学者であり海洋生物学者でもある地球の恩人とも言われたレイチェル・カーソンさんが提唱した概念で、彼女は言いました。子供たちの世界はいつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激に満ち溢れています。残念なことに、私たちの多くは大人になる前に、澄み切った洞察力や美しいもの、畏敬すべきものへの直感力を鈍らせ、ある時は全く失ってしまいます。もしも私が全ての子供の成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供に生涯消えることのないセンスオブワンダー、神秘さや不思議さに目を見張る感性を授けてほしいと頼むでしょう。この言葉を聞いて今、あなたはどんな風に感じますか？レイチェル・カーソンの幼少期と自然への感動からのインスピレーション。レイチェル・カーソンさんは幼少期から自然と深く結びついていました。彼女はペンシルバニア州の小さな町で育ち、家族と共に、とりわけ母親のマリアさんは、レイチェルさんに自然に触れさせ、感受させる機会を多く取らせるようにして、森や川、丘を散歩する時間を大切にしていました。彼女の心は、木や草花や昆虫や全自然の匂いを嗅ぎ、木々のささやきや昆虫たちの声、鳥のさえずり、流れる水の音に包まれ、自然が奏でる美しいオーケストラに魅了され包まれたりしました。彼女は子供たちが自然に感動することの大切さをこう説きます。知ることは感じることの半分も重要ではない。と、知識よりもまずは体験が大切。子供たちは自然の中で教科書では教えられないことを学びます。自然の美しさも脅威も直接感じることで好奇心や想像力、直感性が育まれます。自然は偉大さも厳しさもあり、時に痛む自分を丸ごと包み込んでくれる優しさもある自然。誠に神性を感じ、それが生涯を通じて活力を与えられ、子供の頃のキラキラした感性を持ち続けられることの幸福感と重要性を今の子供たちへだけではなく、我々大人たちにも伝えていたのでしょう。レイチェル・カーソンの才能と内なる声から選択した道。子供の頃から読書好きで、なんと8歳から動物を題材にした物語を書き始め、11歳で子供雑誌で表彰されています。幼い頃から文才が大変あったので、作家を目指していました。大学では文学を専攻し、とても有望視されていましたが、ある時、選択科目で生物学を学び、レイチェルさんはなんだか、無性に自然へ惹かれる自身の情熱を知り、進路に迷いました。当時の世間は女性が科学者になることに批判的で、レイチェルさんは文学者と科学者、どちらに進むか悩みます。ですが、レイチェルさんは、自分の中から出てくる内なる声を聞いて、それを受け入れ、科学者の道へ進むのでした。その後は動物学、遺伝学を学び、修士号を取ります。いよいよ博士号を取得という目標に向かう途中で、お父さんとお姉さんが続けて亡くなってしまうという悲しい出来事が起きてしまいました。残されたお母さんと、お姉さんの子供たちを養うために大学を辞めるという辛い選択をするのでした。幸いにもアメリカ水産省のラジオ番組でのシナリオライターの仕事を紹介してもらえたので、割とすぐに職業に就けました。海洋生物学の知識と文才で見事なシナリオを作成し、視聴者や関係者の人々から高評価を得て、やがて派エッセイを執筆したり、潮風の下でや、我らをめぐる海などの著作発売に結実しました。これらの本は、
科学を超えた詩的な美しさで海の神秘を描き出し、読者を本の中へ引き込み深い感動を与えたのです。そうして経済的にも安定したレイチェルさんは海水産局を辞め執筆に専念しますが、またもや悲しい出来事がありました。メイがまだ幼い子供を残して他界してしまいます。レイチェルさんはその子を養育していくことになりました。幼い子供との暮らしに自分の幼い時と重なって見えたり、その子の未来を思い描いたりなさっていたのでしょう。そんな暮らしの中、友人から手紙が送られてきました。そこには森の上から DDT という薬品が撒かれて、鳥たちがたくさん死んでいるというものでした。この頃、農地や森林の保護を謳い、殺虫力が強力で持続性の効果がある DDT は、どんどん使用量が増えていました。被害の深刻さに動かされたレイチェルさんは、このことに対し、疑問視や関心を持つ人々と、被害の実例事例を集め、一冊の本にすることになります。レイチェルさんは意欲的に執筆します。ですがそんな彼女に、またもや衝撃的なことが自身に起きてしまいます。それは余命少ない癌の宣告でした。それでも出版することを目指し、病と戦いながら完成させた歴史的な本。それが、沈黙の春です。レイチェルさんと協力してくれた人々の魂がこもっていると言っても、過言ではないのでしょうか。DDT の功罪と時代背景。第二次世界大戦中の1941年に DDT はスイスの会議者から売り出されました。カナダの害虫とされる昆虫に強力な殺虫力を発揮し、人体には毒性によるすぐの反応があまり見られないこと、そして安価であったため世界中で広く使われました。特に第二次世界大戦中、戦場における衛生環境の悪化は兵士たちの健康を脅かす大きな問題でした。マラリアや発疹チフスといった感染症は戦場での死因の上位を占め、兵士の士気や戦闘能力を大きく低下させました。DDT の高い殺虫性は、これらの感染症を媒介する蚊やシラミの駆除に有効であり、戦場における疫病の蔓延を防ぐために、イギリスとアメリカを中心に DDT の工業化が進められました。DDT は奇跡の化学物質と言われ、兵士の健康維持に貢献し、連合国側の勝利に大きく寄与したとも言われています。戦後、DDT は日本にも導入され、シラミ撲滅に大きな役割を果たしました。空襲で街が破壊され、衛生状況が悪化した日本では、発疹チフスの大流行が懸念されていましたが、DDT の散布によって感染拡大を食い止めることに成功しました。高い殺虫効果の DDT を発明したミュラーさんは、ノーベル賞を受賞し、奇跡の化学物質として、食料増産や感染症撲滅に役立てられる期待が寄せられました。しかし、書籍、沈黙の春でレイチェルさんは DDT などの有機塩素系殺虫剤が環境中に長期に残存し生態系に悪影響を及ぼすことを指摘しました。それは食物連鎖により生物の中で蓄積されて毒性が増していく生物濃縮によって鳥の大量死を引き起こした事例も報告されています。ただし、レイチェルさんは決して DDT や農薬の全面禁止を訴えていたわけではないのです。大量使用について問題だとしていました。その後、アメリカでは DDT の使用が制限され、日本でも使用禁止となりました。しかし、マラリアを媒介するハマダラカの駆除には DDT に代わる薬剤がなく、現在 WHO はマラリア予防のために DDT の限定的な使用を認めています。また、書籍、沈黙の春が発表された時点では、すでに DDT 耐性を持つ蚊が出現しており、DDT の効果が薄れるという問題も発生していたということです。これは今後、化学物質を同じように作り出し、使用する点において非常に重要なポイントであると思われます。マラリアは、現在でも多くの命を奪っている感染症であり、DDT はマラリア撲滅に貢献した一方で、環境への影響、生物への危険性も無視できません。DDT に代わる薬剤の開発や貧困や戦争のない世界を築くことがマラリア対策につながり、その他食料問題にも関連する重要課題なのです。歴史的な本、沈黙の春とレイチェル・カーソン。次に著作、沈黙の春について聞いてください。
1962年に出版されたこの本は、世界で初めて環境問題を取り上げた本で、人々の意識を地球環境に向かわせることができた、歴史を変えることができた数少ない本の一冊と言われています。化学物質が環境に与える悪影響を警告した彼女の人生は、自然への愛と敬意に満ちていました。農薬 DDT の使用が生態系に及ぼす深刻な影響を告発したこの本は、彼女の対策で残された時間をかけて完成させました。彼女の願いは、環境問題に対する意識を高め、未来の世代が健全な自然環境の中で生きられるようにすることでした。タイトルである沈黙の春は、春になっても鳥たちが鳴くこともない、静まり返った春という、想像するとなんとも不気味で、そわそわしてしまう感覚を覚えます。本の冒頭部から読み手の心をぐっと捉える見事な文です。一度読んでみていただけると、すぐにお分かりになられると思います。様々な視点であらゆることを捉えると、途端に世界が違って見えるということも、実感させてもらえます。言葉の力、人々に届け、伝わり、と、レイチェルさんのずば抜けた才能と願い。その表現は人々の心に突き刺さります。自分に何ができるだろう、と読み手はエネルギーを揺さぶられることでしょう。今、我々の問題点が何なのかが見えたのなら、沈黙をしていないで、一人一人が声を上げていくことが、今とこれからを生きる人間の務めではないでしょうか。レイチェルさんが執筆し、世に放つ行動を立ち上がって見せてくれたことは、ほとんどの人の今と未来に関わる出来事なのです。あなたにも私にもです。経済界からの反応。沈黙の春の出版当初、化学メーカーや一部の農薬団体、経済界から猛烈な反発を受ける結果となりました。特に化学産業は、カーソンの主張やデータを科学的根拠に欠けるものとして攻撃しました。彼らは、彼女の警告が産業の発展を阻害し、経済に打撃を与えると主張しました。彼らのビジネスモデルや食料生産システムを大きく揺るがす可能性があったからです。ひどいものだと女性というだけで指摘され、軽んじられてしまいました。もしあなたがレイチェルさんだったら、妨害工作に対してどんな気持ちがしますか？怖い思いもあるでしょう。しかし、これらの攻撃は、レイチェルさんの声を抑えるどころか、彼女のメッセージが広まるきっかけとなり、逆に公衆の関心を集めました。世論や学術界からも支持され、その動きは止まらなくなり、ついには大きな力を動かしてしまうこととなるのです。大きな力、ケネディ大統領の反応と支援。ケネディ大統領は、沈黙の春を読んで、深い感銘を受けました。彼は科学と環境保護の重要性を理解しており、レイチェル・カーソンさんのメッセージを広めることを支援したのです。ケネディが環境問題に取り組んだ理由は、彼が未来の世代に対する責任を感じていたからです。彼は、持続可能な社会を築くためには、経済発展と環境保護のバランスが必要だと考えており、特に核実験の影響や汚染の問題に注目していました。1960年代のアメリカは経済成長の最中でしたが、環境問題への認識はまだ低く、レイチェルさんの警告は民衆の新たな視点となり、だんだんと大きなうねりとなっていきます。大統領は彼女の主張を支持し、大統領の科学諮問委員会は農薬の使用を制限すべきだという報告書をまとめ、具体的な行動を起こしました。これは当時の時代背景を考えると、とても大胆な一歩でした。ケネディ大統領は、レイチェル・カーソンさんの勇気ある発言を評価し、彼女が直面する科学産業からの批判や攻撃に対しても、公的な場で彼女の名前を挙げ、彼女の仕事を支持しました。ケネディ大統領の暗殺。しかし、ケネディ大統領は1963年に暗殺されてしまいました。それは沈黙の春が出版された翌年のことです。この暗殺の理由については、今なお多くの議論があります。公式にはリー・ハーベイ、オズワルドが単独犯とされていますが、その動機や背景には様々な説があります。一部の人々は、ケネディの政策、特にキューバ危機、後のソ連との関係改善や、黒人の人々の基本的人権を要求する、キング牧師らが努力した非暴力による運動である、公民権運動への支持、そして環境保護への積極的な取り組みが、国内外の勢力から利権団体の反感を買った可能性も、ないとは言えないという声があります。また、CIA やマフィアとの関わり、
さらには国外の政府による陰謀説なども存在します。とはいえ、真実は未だに不明瞭で、多くの謎が残されています。2025年になり、トランプ大統領がこの件に関してのほとんどの情報を公開するとしていますが、現時点ではまだ真相は公にはなっていません。レイチェル・カーソンの最後と、センス・オブ・ワンダー。レイチェルさんは、沈黙の春の執筆中、癌と診断され、闘病生活を余儀なくされました。体調が悪くても、出版後も執筆する手を止めませんでした。命の限り思いと願いを込めた本を、もう一冊完成させたかった。最後の著作、それがセンス・オブ・ワンダーなのです。もしも私が全ての子供の成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供に生涯消えることのないセンスオブワンダー、神秘さや不思議さに目を見張る感性を授けてほしいと頼むでしょう。この感性は、やがて大人になるとやってくる。検体と幻滅。私たちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、変わらぬ解毒剤になるのです。と、綴られています。レイチェルさんは1964年4月に、惜しくも56歳の若さでこの世を去りました。未来への思い、メイの子供である幼いロジャーを養うことになり、レイチェルさんは頻繁に別荘の近くの海や森の散策へロジャーを連れて行きました。木や川や草花、森の匂いや音や感触、キラキラした目に映る自然の光景。ある時ロジャーはレイチェルさんの膝の上で、来てよかった、とぽつり言うのでした。ロジャーに草花の名前や関連する知識を伝えることは極力しない。まずは本人が感じることを大切にし、そのそばで一緒に声を出して感嘆したり、感動したりするということを重要視していました。するとロジャーは気がつくと、自然に草花などの名前を覚え、自然に話しながら歩いていました。レイチェルさんも幼い頃、お母さんが自然に対して、たくさん一緒に驚きや喜びを感じることを感情豊かに教えてくれました。ロジャーを通して、自分も母も正しかったと心から思えたのです。レイチェルさんはこう残しています。地球の美しさについて深く思いを巡らせる人は、生命の終わりの瞬間まで生き生きとした精神力を保ち続けることができるでしょう。自然の美しさや不思議に感動すること、興味を持ち続けられることは、自分の命や他者の命への敬意や関心へとつながり、豊かな捉え方ができます。退屈や執着ではなく、自然からもらった感性は、好奇心から来る疑問を持つことや、それに対しての自身の考え、自分の内側とのコンタクトが可能になる。生きる上での素晴らしい実践法を授けられるということです。メタスピリチュアル視点。生まれそして死んでいく命のサイクルは、誰の上にもあります。レイチェルさんは余命が残り少ないことを知り、死に向かうということを、渡り鳥のような生態のモナーク蝶の姿に重ね合わせ、溶け込んでいきます。数ヶ月の命の蝶はこの地を飛び去り、もう帰っては来ないけど、悲しいなんて言うのはなく、命を燃やし輝き飛んでいく美しさが印象的だったと、友人への手紙で綴られています。進路に迷った時、内なる声を大切にして決断したこと、生き物や自然や宇宙へつながれるセンスを、お母様から受け継がれて、命あるものとして最後まで神秘と不思議、命への敬意を持つことができたのではないでしょうか。センス・オブ・ワンダー。それは皆さんにとっても生きる力となり、命尽きる最後の時まで一緒に毎日を輝かせてくれるのです。レイチェル・カーソンさんの沈黙の春は環境保護運動の始まりを告げ、彼女のセンス・オブ・ワンダーは私たちが自然との関係を見直すきっかけを与えました。この動画でご紹介した名言の他にも、たくさんの素晴らしい言葉が残されています。レイチェルさんの思いが込められている言葉もぜひ辿ってみてください。きっとあなたの強い力となり支えてくれるはずです。彼女の人生と仕事は未来の世代が自然の美しさと神秘さを感じる能力を保持する重要性を教えてくれます。はい。今日はここまでです。もしよかったらチャンネル登録、お気に入り高評価、そしてコメントをお待ちしております。最後にレイチェルさんの名言をすべての大人の方へ共有させていただいて終わります。本日もありがとうございました。またね。生まれつき備わっている子供のセンスオブワンダーをいつも新鮮に保ち続けるためには
私たちが住んでいる世界の喜び、感激、神秘などを子供と一緒に再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が少なくとも一人、そばにいる必要があります。美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものに触れた時の感激、思いやり、哀れみ、惨憺や愛情などの様々な形の感情がひとたび呼び覚まされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけ出した知識はしっかりと身につきます。消化する能力がまだ備わっていない子供に事実を鵜呑みにさせるよりも、むしろ子供が知りたがるような道を切り開いてやることの方がどんなに大切であるかわかりません。人間を超えた存在を認識し、恐れ、驚嘆する感性、センス、オブ、ワンダー、